ビッグラブリオです。 HHC が3月17日に薬機法に指定されてしまうので、今日は HHC97% ワックスを食べてみようと思います。そもそも THC っていうのは天然の成分なんです。その THC に水素を足した HHC、 水素ってめっちゃニュートラルな存在なので、食べても何も問題はないはず。これは純度の高い安全なワックスでできることなので、リキッド用の HHC を食べたりは絶対にしないでください。さらに言うと、食べるのと吸うのでは効き方がだいぶ違うので注意が必要です。吸うと肺の毛細血管から HHC が全身に回るからすぐ効くんですよ。ガーンって感じ。それに比べてワックスを食べると胃の粘膜から徐々に分解されて吸収されていくから、ゆっくり深く長く効くっていう印象。以前インドで俺大麻ラッシーを飲んで、大麻吸ったことあったから舐めてたんですよね。食べても大丈夫だろうって感じで飲みすぎて食べすぎて大変なことになったっていう動画があるんで、それも反面教師としてぜひ見てみてください。大麻は安全だとかお酒より害が少ないとかってよく言うじゃないですか。でもそれって安全なセットとセッティングがあっての話なんです。お酒も羽目を外して浴びるように飲んだら気持ち悪くなってゲロ吐いちゃったり、命に危険が及んでしまったりすることってあるじゃないですか。大麻も吸いすぎたら気持ち悪くなって吐いちゃったりするし、バッドトリップになりやすくなるし、慣れない環境やノイズの多い空間では基本的にあんまやるべきなものじゃないんですよ。大麻が安全っていうのは正しい量と安全な場所があっての話。お酒と大麻の明確な違いっていうのは、お酒には致死量があります。飲みすぎたら死んじゃいます。だけれども大麻には致死量ってのはなくて、肉体的依存性もないっていうことで、HHC は俺過去に2回食べてるんですよ。ワックスをいろいろ加工している時に手についた残り洗い流すのがもったいないんで、ペロペロ舐めてたんですよ。そしたら時間差でじわーっと2時間後ぐらいに効いてきちゃって、だから何グラムその時摂取したのかってのはちょっとわからなくて、エディブルの情報っすね。エディブルってのは食べれるっていう意味。どれくらいが適量なのかちゃんと検証してから発信する予定だったんですけども、薬機法に指定されちゃうので、少量ずつ試してどうなるかレポートしていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。とりあえず 0.15g っすね。ちょっとピントが合わないぐらいちっちゃいんですけど、ピントが合わない。米粒よりも一回り大きいかなってぐらいの量をまずいきたいと思います。特に癖もなくて食べやすいです。ちょっとネチョネチョして歯の裏にくっつくけど、ゆっくり溶かして飲み込もうと思います。で、セッティングとして俺今日あんまり食べてないです。ちょっと、ヨーグルト朝食べたりしたんですけど、基本的に昼ご飯も抜いて効きやすい、胃に何も入ってない状況の方がまず吐き気が防げるっていうところと、あと胃から吸収する効果も上がるんで、基本的に胃は空にしておいた方がいいです。今時刻が4時25分、欲を言うと4時20分から冷めせたらキレが良かったんですけど、ここからちょっと様子を見ていきたいと思います。今5分経ちました。で、俺めっちゃ敏感なんで、普通の人はこんなすぐには感じないと思うんですけど、俺はなんか来る感覚がしてて、まだ全然シラフなんですけど、これから来るだろうなっていう感覚が今なんつうんですかね、予告編みたいなのがワン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 ってこの辺にいるみたいな。で、本読んでたんですけど、本読むのがちょっと違くなってきた。今からあれだな、左脳で文字で本とかじゃないんだなみたいな風になったんで、今ヒーリングミュージックをかけて、ここからはちょっとまったり寝転がって過ごしたいと思います。引き続き35分です。10分経ちました。徐々に効き始めてきて、胃がHHC を吸収してるのを感じるんですけど、なんか胃が空っぽだからかちょっと胃に負担がかかってるなと思ったんで、ヨーグルトを用意して食べます。自家製ソイヨーグルトの黒糖がけです。はい、今食べ終わりました。軽く何かをがっつり食べない方が多分いいと思うんですよね。吐き気が来て出したくなったりする作用が働くから、軽く入れといた方が、今俺もその胃の不快感が収まってきて、はい、今食べ始めてから15分経ったんですけど、多分ヨーグルトを食べたのがいい感じなんですよね。ヨーグルトが消化の働きを助けたのか何なのか、今じわーっともう始まってきてます。頭の中だけお風呂に入ってる感じで、ちょっと滑舌が怪しく、この喋ることにフォーカスしないと
噛みそうになるっていうか、筋肉が緩んできて、そっちの気持ちいい方向にフォーカスすると緩んでくるし、でもぶっ飛んでるってほどじゃないから、喋ろうと思えばまだこうやって話すことができるみたいな、これからいい感じになっていくんだなっていう予兆がすごいです。はい、今、30分、あっという間に30分が経ちました。こうじわっと効いてゆっくりこう上がっていくのを感じて、でリキッドとか吸うとやっぱりこうブーンってこう一気にここまで行っちゃうまで、ここまで行くまでに猶予があんまないっていうかな、ほんの1分とかで一気にここまで来る。それが肺の毛細血管から摂取する方法で、食べるとここまで行くのにすごく30分間くらいかけて、まだで俺上がりきってないんですよ。まだ多分この辺で、こっからまだ上がっていくだろうなって感覚もありつつの感じなんで、今俺どういう状態かっていうと、これ動画撮ってなかったら無限に瞑想とヨガできたんですよ。パーってこう感覚の世界に入ってって、でもう左脳のスイッチを完全にオフって、感覚優位の世界、右脳優位な世界になってて、全然まだまだここから上がっていく感じがするんで、引き続きレポートしていきます。はい、今45分経ちました。エディブルの時は追い食い、つまり追加する時はめっちゃ慎重にいってください。吸う場合ってスッと効きが分かるから、そういうあんまスパスパ吸いすぎるとね、特に初心者の人は気をつけた方がいいと思うんですけど、要は食べてからラグで、今食べてから45分後に本格的に効き始めてるんですよ。で、20分とか30分経って、なんだこれ全然効いてないやと思って食べたら、食べて10分ぐらいしたら最初食べたやつが効いてきて、その後ボワーンって急に上がってっちゃうなんてこともあるんで、増やす時は慎重に。基本的に初めてやる人は 0.15g にして、でそれ以上増やさないってのがいいと思います。はい、今ちょうど1時間経ちました。今動画撮ってたこと完全に忘れてめっちゃチルってたんですよ。何俺してたかっていうと、窓から外見てたんですよ。洗濯物干してて、洗濯物が風にたなびいてて、でちょっと空が今夕日のグラデーションに変わっていってる感じをただただ眺めてて、こんなマインドフルな気持ちで皆さんは空眺めてますか？俺は結構普段から別にね HHC とかサイケデリックスを摂取しなくても空をなるべく眺めるようにしてて、なんでかっていうと、空は限りないからですよね。なんかその人間の潜在意識的な部分っていうか、俺は人間の可能性って無限大だと思ってて、全員心に宇宙を持ってるっていうふうに思ってて、でその宇宙をなんか人間の広がりを制限しすぎることによるストレスみたいなものって、秩序がもたらしてる秩序とか自我とか、ルール、縛りみたいな、人の目とか社会とかで、この視覚的効果ってすごく大きいなと思うんですよ。普段特に東京住んでる人って壁を見る機会多いじゃないですか。この壁と仕切りの分離の世界、パッとどっかの景色見ても割と手前で壁に遮蔽物に当たるんですよ。これは東京生まれだけど、小学生から、高校生まで田舎で茨城県で過ごしてるんで、自然と都会のそのバランスっていうかな、すごく俺分かるんですよ。田舎に行くと遮蔽物がなくて景色が広いから、意識も拡張されて広がるんですよ。なんかストレスフリーになるっていうか、解放されるのは視覚的にスーッと広がってるから。東京ってどうしても壁にバンバンバンってすぐ当たるから、なんとなく潜在的に縮こまってるんですよ、人間が。東京にいる人ってどこかみんな縮こまってて、意識しないとそうなっちゃいます。だからなるべく空見た方がいいんですよ。空見ると空も広がりだから、本来持っているあなたの心の広がりを自由にしてあげることができる。今迷ってて、一応これだけ最初と同じ分ですね、 0.15g 用意してます。せっかくだから OK、 このまま倍食べて 0.3g 食べてみてどうなるかってレポートしていきたいと思います。いただきます。 HSC ありがとう。今その二元論について考えてたんですよ。善とか悪とか、何かを悪いって考えること自体、なんかもう知の時代の、ちょっと古いっていうか、エネルギー的にどうなんだろうみたいな、大麻取締法で
警察ファック警察ファック厚生労働省みたいな、その何か体制に対して怒りのエネルギーをこうぶつける表現する人って、それ正しいのかなみたいな。その取り締まる側もこれ仕方なくやってるんですよ。なんかよく分かんないからもうなんていうんですか、もう知識がないんですよ。シンプルにどういうものか分かんなくて、で刷り込まれた先入観とかがあって、でそもそも大麻取締法自体アメリカが作ったもんだし、かといってアメリカのせいでもないし、それが悪いとか何か一個を取り上げて否定するっていうのがなんかちょっとどうなんだろうみたいな、全部複合的に混ざり合ってこうなっちゃってる今があって、でそれを解決するために例えば取り締まる側を「いやお前らおかしいっしょ」とかって否定するのって、何も知らないで大麻のことよく知らないまま取り締まっちゃってる方からしたらば、多分イメージ悪いんですよ。お前らおかしいだろとか、なんか怒った波動でこうバーってこう言われたらば身構えるし、俺これ絶対確信を持って言えることがあって、それ何かって言ったら愛が絶対強いんですよ。何かを否定するエネルギーよりも愛のエネルギーの方が絶対強いし、これからどんどんそうなってきます。なので自分の嫌いなものだったりとか嫌な気持ちになるものに周波数合わせて、あなたがストレスを抱えたり不幸せにちょっとでもなっちゃうんだったらば、より高いとこですよね。気持ちいいとことかハイな部分、今ここにある幸せをかみしめて生きていった方が、長い目で見たらそっちの方が強くて太いぞってことをお伝えしておきます。今さ、その二元論は良くないみたいなさ、何かを否定する怒りのエネルギーはどうなのみたいな話をしたけども、二元論は良くないよねみたいな考え方自体も二元論だから、怒らなきゃいけない時もあるかもしれないよねっていうことですね。っていう意味で二元論を超えて愛に向かっていくって、これ感覚的な話なんですけど、風の時代の風に乗るとか宇宙と調和して生きるってそういうことなんですよ。二元論ってだって宇宙にないもん。宇宙には善も悪も右も左も存在していなくて、この地球の上にだけ存在しているのが二元論だから、二元論って超地球で地の波動を持ってるんですよね。でこれまあ別にいいんですよ。人それぞれ地球っぽい地の時代の波動をこう地にしっかり足つけて生きていたいっていう、これまでの常識とかが好きな人は別に自分を変える必要はないし、だから俺はやっぱり宇宙になりたいんで、二元論っていうその壁と仕切りの考え方にはまるんじゃなくて、やっぱより上を飛んでいきたいっていう。サイケデリックスの正しい使い方は現実から逃げるっていう、お酒みたいな、お酒を飲んで嫌なことを忘れるみたいな使い方じゃなくて、サイケデリックスは自分を外側から俯瞰させてくれる、洞察力みたいなものですよね。でこの感じ、この感覚って明日に活かせるんですよ。サイケデリックスで全部そうですよ。学びと気づきが毎回あるんです。それをこう自分の中だけで思考とか考えだけにとどめておかないで、次の日から実行させていくのがとっても大事なんです。自分をめちゃくちゃ成長させることができるんですよ。サイケデリックスってのはサイケが潜在意識でデリックが現れるだから、これ何回も言いますけど、でも潜在意識が現れるっていうのはそういうこと。自分の中に潜んでいる、自分でもまだ気づいていない自分の課題だったり改善点みたいなのを毎回見つけることができるから、それを見つけたままにしておくんじゃなくて、じゃあそれを生かしていきましょうよ。どうやったらもっといい感じにストレスフリーで生きていけるかっていう意味で、サイケデリクスはお酒とは全然違うんです。根本的にあなたの魂を治癒することができるスピリチュアルメディスンなんですよ。はい、自分の曲かけてめっちゃ踊ってます。やっぱ HHC は THC よりもなんかもっとこう軽やかに明晰になる感じ、軽さがある。いわゆるこう大麻の吸ってこうソファに沈んでなんかこうピザとか食ってるみたいなアメリカ人みたいなイメージってやっぱ HSC にはないのかなって。音が鳴ってるともうね、体が動いちゃうムーブ。自分の曲だから著作権フリー。引き続きレポートしていきます。はい、時刻は7時45分。すごく思考がメインになっていろんなこと、いいことですよね。いいことすごい考えてて、アイディアとかね、こういう動画出そうとかいろんなこうインスピレーションが降りてきてバーって考えてたんだけれども、一人でやる時の注意点、俺今日
こうやって一人で撮ってる、一人でカメラ回して一人で喋ってるんだけど、この時の注意点っていうのは、 HSC っていうのは弱いサイケデリックスだから、自分の潜在意識のものが現れてくるっていう効果がある。だからもともと持っているエネルギーの状態がネガティブな人って、一人でやって思考メインのトリップになった時にネガティブな方にガーっていっちゃいやすいってことは自覚しておいた方がいいです。俺は結構ポジティブ、根はネガティブだけど、最近すげえハッピーにポジティブに変換してやってて、だから思考メインな感じになってもすごく楽しめる、楽しいこと考えられるから。でも普段からどうしても否定的なこと、ネガティブなこと考えちゃうよって人は、多分一人ではやんない方がいいです。友達と喋って会話を楽しんで、自分の内側じゃなくて外にも目を向けるみたいなことがあった方が、もともとネガティブな人には向いてる。で、バッドトリップって一重に言い切っちゃうのも良くなくて、バッドトリップっていうのは気づきなんですよ。自分の中にある潜在的なネガティビティが現れてる、こういう否定的な思考のパターンしちゃうよねみたいなことに気づけるのもバッドトリップなんで、そっから学び取ることって非常に多いはず。もうダメ、例えば一人でやるの絶対ダメとか、セットとセッティング超気をつけてくださいと、これ口を酸っぱくして言ってはいますけど、俺自身バッドトリップ経験したことあって、でそっから自分で経験したことだから学び取れるみたいな。皆さんもお酒の失敗して飲む量調整したり、一回飲みすぎてうわーってゲロ吐いて、で自分で量調整してみたいな風に自分で学び取ったことって一番の自分の学びになるじゃないですか、誰から聞いた話よりも。だからそこはさじ加減がちょっと難しいところなんですけども、とりあえず一人でやる時の注意点っていうところでした。引き続きレポート。はい、どうも。今時刻は8時20分ってことで、ちょうど4時間ぐらい経ちました。今 HSC 持ってなくて、大麻 TSC に興味あるけどどうしようと思ってる方、こんなに余ってるんですよ。なので3月16日に平日になっちゃうんですけどね、 HHC イベントを、自然が、チルい環境ですよね。チルい環境でみんなで集まって、両方要領を守って穏やかにみんなでヨガしたり瞑想したり、まったり楽しい時間を過ごして、愛にあふれた人が集まって明るい未来につなげる時間にしたいと思ってます。ここで何時にどこどことか言って人がバーって来てわーってなっても困っちゃうんで、はい、詳細は公式 LINE の中だけで言おうと思います。すでにヨガの先生にアポを取ったんで、 HHC ヨガを昼過ぎぐらいからやって、で夜は夜でまったり、音楽を人に迷惑にならないように軽く流しながらまったり過ごすみたいな回にできたらなと思いました。最後にタロットを今日は1枚引いて終わりたいと思います。これからの、シャーマンリオを見てくださってる全ての皆さんの未来はトゥン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 デン、わお、The Fool のカードが出ました。ゼロのカード、無限の可能性の中に手放しでスーッと飛び込んでいく0番、まっさらなゼロスタートのカード、愚者のカードが出ました。皆さんの未来は明るく改変可能で、自分の波動でどこまでも気持ちよく心地よい世界に生きていけることが今このカードによって証明されました。いえ、実はタロット占い師でもあるというね。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。はい、今12時です。めちゃくちゃ早いです。さっきがドピークって感じで、10時ぐらいにちょっと吐き気が来て、バッドトリップっていうね、ネガティブ入ったり、勘繰り入ったとかではない、ニュートラルな気持ちでやれてたんですけど、身体的にすごく気持ち悪くなってしまって、おえってなったんで、デパスっていう落とし薬で、ちょっと落としました。なんでこっちにカメラ向けてないかっていうと、もう光が眩しくて今目が開かないんです。これは、これは絶対人に勧めちゃいけない。俺はこれ、アヤワスカとかいろいろやってるんで、デパス飲んで今気持ちよくやれてますけど、今、これ HSC でまぶたの裏にビジョン見えるんですね。いろんな幾何学模様のパターンとか、さっきカラフルなワームホールの中を高速でブーって突き進んでて、HSC でこんなサイケデリックな模様見れるんだってすげえ綺麗で良かったんですけど、これは上級者向けなので
っていうことはこの場でお伝えしていきます。はい、まあ俺はハッピーです。イエイイエイ。はい、今時刻は朝の6時25分。なんとまだ効いてます。結論を言うと、0.3g はちょっと多すぎる。ちょっと上級者向けすぎる。俺もバッドトリップに入ったっていう感じじゃなくて、もう身体的に気持ち悪くなってちょっと吐きそうになってデパスを飲んで、それでも全然落ちなくて、その後はもう、吐き気はやっぱり俺もともと胃が弱いんですよ。だから胃が強い人は大丈夫なのかもしれないけど、どのみちこれはおすすめできないし、ちょっとうーってなってるから。でもすごいサイケデリックなトリップでした。 HHC なのにすごいっすね。カラフルなワームホールの中をずっとビャー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 、いろんな模様もパー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 こうフラクタルに見れて、こういうトリップを楽しんでる、うわーってこうわーっていろんなビジョンの波に乗っている、そういったもう本当に深いくて楽しい、ちょっと気持ち悪さがあったっていうトリップだった。それでは俺はやっと眠ろうと思いますので、おやすみなさいませ。ビッグラブ。はい、あれからなんと1日経ちました。25時間経ったんですけど、なんとまだ効いてるんです。簡単に言うと量間違えたなっていうのはありますね。この動画ボツにすることも考えたんですけども、なんでその量を間違えてこの程度で済んでるかっていうと、それはやっぱり俺がセットとセッティングをめちゃくちゃ大切にしてやってたから、静かな環境で家でっていう風にやって、で万が一のために落とし薬ですね、デパス、これは睡眠導入剤とかでもいいんですけど、落とし薬を用意して、で気持ち悪くなったらこう落とす。とにかく強調しておきたいのは、食べるエディブルってものは実際にあるんですよ。世界では大麻クッキーを売ってる国もあって、インドではバングラシーってのを飲んでて、大麻絶対食べちゃダメとかいうのは違うんですよ。食べ過ぎると吸い過ぎた時よりもと大変なことになりますよ、気持ち悪くなってちょっと大変なことになりますよっていう。でも死にはしないですけどね。あえて俺のこういうちょっと失敗ってほど辛いバッドトリップを味わったってわけじゃないんですけど、ちょっと24時間トリップする予定はなかったから、これで次の日仕事ある人とかだったら大変だったし、俺はちなみに翌日も開けておいたんですよ。あえて万が一のことも考慮して、これからどんな国に行ってどんなサイケデリクスをやる時にもそういった姿勢はとっても大切になってきます。いずれ日本で大麻が解禁された時も、解禁されたからって言って羽目を外して吸いすぎるとバッドトリップになったりするし、環境心整えておくのがとっても大切ですよってことで、今回は締めたいと思います。はい、ワックス本当に最初の頃すごいいい感じだったじゃないですか。あの時の感じのままキープできる量ってのはあるはずで、すごいマイクロドーズ的なね使い方もあると思うんで、いかんせんこんな早く規制がね来ちゃったから、もっと探求したいこととか適量とかマイクロドージング的な使い方も研究したかったんですけど、ちょっと残念ではあるんですけど、次の未来につなげていきたいと思います。最後にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。日本の未来、皆さんの癒しの未来がとっても明るく心地よいもので、用法用量を間違えて気持ち悪い思いをする人が一人でも減りますようにって感じだけど、でもたまにちょっと痛い目見て学ぶこともあるよねっていうところもあるから、なんて言ったらいいかちょっと分かんないんだけれども、なんともまとめるのが難しい感じなんだけれども、とりあえず俺のリアルを晒しておきました。はい、思いは一つです。皆さんにビッグラブを届けたいっていう思いで YouTube 活動をこれからも続けてまいります。HHC 一旦規制されちゃって、持病が救われてたって人とかとっても歯がゆいなって俺も思うんですけど、これで一人でも多くの人が THC を経験したことない人が HHC を経験することによって、大麻って怖いもんじゃないんだなって思った人とかも絶対いるはずなんで、かなり増えたと思うんで、全体から見たらまだまだ地味な活動かもしれないですけど、少しでも多くの人が救われるように、これからも俺は、ビッグラブを信じて活動していくだけです。今後ともよろしくということで、ビッグラブをお送りして終わりたいと思います。皆さんの
未来が、毎日が、今この瞬間が心地よくて柔らかいものでありますように。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。See you guys on next. またね